今回2の小原因をやって、全週でやっていくんですけど、やろうと思ったきっかけは何かあったんですか？太ももだけが落ちないなって太ももを吸うしかない。吸うしかない。くびれだったり、ラインも綺麗な感じで、細身なんですけど、女性だったら二の腕の方とか、太ももだけちょっと一部位だけがつきやすいっていうのがどうしてもあるので、男性だと僕とかベスト周りがつきやすいんですけど、やってるけどつきやすいっていうところをメインに仕事にやりたいのとてもいいと思ってやっていこうかなと思うんですけど、特にどの辺が気になりますか？振り出すと、こうやった時にここがまっすぐのなるほど。こう出てる好きです。ちょっと骨格感があるタイプ系なので、脂肪筋肉とか針と前を取ってあげると、かなり映える足元になるので、そこをメインに出てきますので、ラインちょっと飲みながらやっていこうかなと思いますね。じゃあちょっとマーキングしていきます。一番多分、女性の方で気になる自問のところだと思うので、ここはもうしっかりとっていただけて、なるべく直線にするため。あと若干ここのところは、踏み方がどうしても他のところ使うので、若干差をつけて、グラデーションつけるところは、あんまり取れずにすぎないことか、膝のところからしっかりとやる感じですね。で、内もものところもしっかり。ただちょっとここのところ皮膚の分離感がどうしてもあって、それで内側に食い込んじゃったりする時があるので、脂肪筋でペラペラにしても若干まっすぐにならない時があるんですけど、そういうのがちょっと本当に気になる人は、ここに糸入れたりとか、やったりするといいかなと思いました。ただその前張りですね。ここはしっかりと。結構もう前が一番脂肪量が多いところなので、このところはもうがっつりといいですし、つなげるのをなるべく無くして、直線なラインを作っていく感じですね。後ろは結構繊細にやって必要があって、このお尻の部分の下のところは、人体支えているところなので、あんまり強すぎると、お尻が下がっちゃう。取らないですね。メインがそうはないですね。しっかりと。あと結構しっかり取ると、この外側のライン出るときあるんですけど、そういうのはどうですか？まだ出しちゃってないとかです。筋があって。そう。いや、全然。大丈夫ですか？ちょっとガッツリ取っていい？はい。じゃあ、しっかり取ってあげて、きれいなラインを作る感じで。ちょっと膝を上げて、そうですね。ここですね、結構やっぱり。取り残しというか、そもそも室外骨で骨が内側に向いているので、どうしても内側に角度がなっちゃうんですけど、脂肪によって内側に入っている感じはもうなくして、ちょっと骨は直せないんですけど、しっかりと取る感じですね。ちゃんと取ってあげる感じ。で、この赤のところは、ちょっと赤さもない。ね。膝とか、お尻のすぐ下のところに何も目立たないと思います。前側の膝とのこの鼠径のところなんで、ちょっとパンツにくれるところなんで、ここも大丈夫かなと思いますけどね。で今回膝とのことをやっていくんで、結構この前側のところがちょっと赤みが残してるんで、ここメインでちょっと打ってあげて、骨粗しょうかなので、赤みをさえて膝とちょっときれいに直していこうかなというとですね。こんな感じでマーキングしてですね。なんか気づきたいことあります？結構取れそうです。全然取れます。これ痛いと思うんで。さっき説明したように、結構取ってもちょっと内側に入ったりとか、若干この骨のところが、そもそも骨がこう内側にあるんで、本当にまっすぐにはちょっとできない時あるんですけど、脂肪によって、こう、内側に来ている感じとか、外張った感じは全部です。大丈夫ですか？はい。じゃあよろしくお願いします。ちょっとここで。どれぐらいですか？目覚めて。まだ10から15分ぐらい。でもなんかちょっと結構はっきりされてます。どうですか？痛みとかは今。
ちょっと重めの筋肉痛ぐらい。あ、本当ですか。はい。ちょっと今、麻酔入っててきてるんで、多分痛みそんなないですけど、明日ぐらいが出てるので、今、大体3年ぐらい取れてるんで、3年取ると、先ほど説明させていただいたんですけど、貧血の値が、ヘモグロビンっていうのが大体3ぐらい下がるので、結構ちょっとフラフラするときに、しっかり栄養をとっていただければと思いますね。ぼーっとしてます？ちょっと、感じしてます。だいぶなんかスッキリされて、大丈夫です。お家は近いんですか？ちょっと50分ぐらい電車で。ああ、ちょっとあれですね、大変。乗り換えあります？乗り換えあるんですよね。そうですか。痛み止めが効いてる間に帰った方が多分痛くなってくるので、また一緒にやります。はい、ありがとうございます。この長期にやっていただいた方の術後1週間の経過を聞いていこうと思うんですけど、どうですか？初めの2、3日は正直トイレも行くのがだいぶきつかったんですけど、今は比較的いけるけどまだ痛い。そうですね。太ももの衝撃が一番痛いって皆さん言うので、受ける前にしっかり受けた後に、1箇所で例えば太もものそばとかに日用品を置いておくと楽かなと、そういうところを準備してあるということがあるんですね。トイレ座るのと立つのが結構大変です。そうですよね。どの辺が痛みます？その立つときは。裏側がちょっと痛いので、筋肉痛をすごいひどくしたんです。白もがっつり内視血出て、1週間だと術前よりむしろ太く腫れて見えると思うんですけど、こういうところ全体的に出てきた後に1週間ぐらいで徐々に引いてきていく感じですね。ありがとうございます。そこまで上げれますか？ここぐらいまで。階段とか行きます？ちょっと下りは行けるんですけど、上りがそうですよね。というのもあるので、なるべく階段も使わない生活があるといいかなというところですね。夜とかはどうなんですか？じっとしてたら大丈夫ですか？じっとしてる方が楽ですね。動いて、すごい歩いてると、そうですね。寝るときとかはそんなに、そんなにいいですね。動作をするときが結構痛いですね。筋肉痛と一緒ですね。筋肉痛の数十倍痛いものとかあったらいいかなと思いますね。ちょっと重たさもありますよね。そうですね。だいぶ重たいので、まだぷよぷよしてるな。そうですね。若干水溜まってるかなとは思うんですけど、抜くほどでもないかなと思うんで、これぐらいだったらちょっと置いてくる感じですね。たまに仕事にした後とか、例えばお腹とかに水とか、足もそうなんですけど、水が溜まることあるんですけど、すごいぷよぷよしてると抜いた方がいいんですけど、触った時にここに水が、波動が感じられるぐらいだと、若干感じるけど、抜くほどないと思うので、そういう場合は置いておきますね。あとは、ここからちょっと硬くなってくるので、そこだけ休んでいただければと思いますね。なんか知っておいた方がよかったことありますでしょうか？ベッド周りにそんなにもあんまり物を置かずになんですけど、水とか飲んで立つのも結構大変だったので、ずっとペットボトルとかも結構置いといた方がいい。そうですね。なるべくベッドの手の届く範囲になるべくね、置いとくようにして、受けてすぐ帰って寝るっていうのが一番いいかなと思うので、ぜひ参考にしてもらいますと思います。この長期の3ヶ月の経過ですけど、で、ここに大ムラ、色ムラがちょっと見えるかなとは思うんですけど、もうここと比べるとちょっと若干この色素沈着、色ムラが出てる感じですね。で、内ももがやっぱり一番出やすいんですよね。そこの経過は、今3ヶ月なんで、早い人だと半年、長い人だと1年ぐらいかけて徐々に治っていくんですけど、傷跡の治りが早い人、遅い人でも結構分かれるんで、傷跡が治りが早い人はそれと同じ感じで早くなってくる。個人差あるんで、そこはちょっと様子見てもらったらいいかなと思いますね。傷跡もちょっと気になりますね。そうですね。で、お尻のここに傷跡つけてるんですけど、この2箇所ですね。で、こっちは若干ポコッとしてる感じが気になるっていうことで、でも綺麗にはなりそうですけどね、ここだけちょっと様子見てもらって、ただこれぐらいだったら全然膝の盛り上がりっていうか、ちょっと糸が若干表面に出てきたかなぐらいの感じなんで、様子見てもらったらいいかなと思いますね。どうですか？細さ的には。だいぶ細くなってきてるな。まだむくみやすいからむくんでくるとちょっとボコボコした感じが出てきちゃうかな。むくみやすさとかでも変わる感じですよね。拘縮とかはほぼないかなと思うんで、あとはもうちょっと滑らかになる感じと、あとは色ムラですよね。ちょっと膝とかが気になると思うので、そこだけちょっと長い経過になったらいいかなと思いますね。ダウンタイム中気になったことってありました？この傷跡の保湿って、もう普通のボディクリームとかでやってそうですね。全然大丈夫です。物理的刺激を加えないのが一番なんで、乾燥したら皮膚って荒れるじゃないですか。あれが一番ダメなので、そこは太陽にボディローションを貼ってやっ
保湿っていう意味ですね。なんかすごい医薬品を使うというよりは、時間経過のしていただけなので、そこで言ってもらったらいいかなと思いますね。あとは先ほど説明させてもらったんですけど、ハイドロキノンっていうちょっとシミとかにも効くクリームを塗ってたんですけど、ずっと塗ってるとちょっと効果が半減するので、内服で例えば美白の効果があるトラネキサム酸とかも一応そのメラニンを抑制するのに色素巾着もいいので、そういうのも今日皮膚科とかで結構安く手に入るので飲んでもらったらいいかなと思いますね。あとビタミンとかですね。最後にこれから受ける人もアドバイスあります？だいぶ1ヶ月ぐらいはかなり歩くのとかも痛いというかちょっと歩きづらいなって感じではあったんですけど、やっぱり1ヶ月超えて1ヶ月から3ヶ月の間にだいぶ細くなるし、変化が目に見えてるんで、これからまた半年ってなっていくと、もっと良くなっていくので、すごいやっていいなっていうものではあったなと思います。団体がきついけどね、ビフォーアフターが結構はっきり分かりますので、そこは確かに脂肪筋のいいところかなと思ってね。ちょっとね、長いのがですけど、でもしっかり取れる方は結構いいかなと思いますので、ぜひ検討してみてください。はい、ありがとうございます。